친남친 안녕하세요. 연정입니다. 今日は皆さんとおやつ作ってみたいと思います。日本と韓国では今でも大人気なおやつなんですけれども、いろいろ見てみるといろんな国でも大人気なおやつでした。おやつの中でもスーパースター級だなと思います。あんまり韓国料理には興味がないうちの2人の息子もさすがこのチーズハットグはすごく興味深くて、私が前からシノクボ行ってみようよ、いろんな韓国料理食べてみようよって言ってもプンプンだったのに、自分たちからねえねえシノクボのチーズハットグ食べてみたいというような話をして、それがすごく嬉しかった記憶があるんですね。そこから私も息子がチーズハットグ食べたいと思ったら家で作るようになったんですけれども、日本ではパン作る方多いでしょう。パン好きな方も多くて、強力粉を持ってる方もたくさんいますけれども、そうじゃない方も私は多いと思います。その中で私も一人なんです。皆さんが普通に家にある小麦粉、そうですね、薄力粉でもふわふわでもちもちなチーズハットグできます。あと子供の成長に合わせてもうちょっと栄養をつけるハットグ作りましょうよ。そしてハットグ今まで作ったことある方でも失敗した方いるでしょ。やっぱり店みたいにかっこよくするのもいいんですけれども、ちゃんと生地を包みながらチーズが外に脱出しないようにするのがとっても大事なコツになると思います。今日연정이네 치즈 핫도그 맛 좀 보실래요? 가시지요. 자, 今日は小麦粉と上新粉、米粉ですね、2つ使います。それでほんのりもっちり感を足したいと思います。普通だったら強力粉を使うんですけれども、皆さん普通に薄力粉でやってみましょう。それでも美味しくなる。米粉入ります。でもね、皆さんもち米はね、ちょっとねもっちりしすぎるので、本来のそのチーズドッグとかアメリカンドッグの味が出ないの。あんまりよく出すのも良くないでしょ。うるち米の米粉使いましょうね。じゃあここに砂糖の部屋にポーンと置きましょう。あと塩も塩の部屋1個作ってあげてくださいね。ここに置きました。ここに皆さんドライイースト 3g、 なるべく皆さん 3g 包装慣れてるものが便利ですよ。いろんなもの使うのにも。じゃあイーストの部屋1個作って、こうイースト、私は牛乳をちょっとだけ温めてきます。水入れてもいいです。皆さんもともとは水でやりますけれども、やっぱり子供のおやつとして牛乳でうちはいつもやってます。じゃあ牛乳は600ワルトに50秒だけやってくるとちょうどいい温かさです。皆さんここのイーストの部屋にまずかけましょう。イーストが発酵するようにイーストにちょっとかけてあげてください。イーストがちゃんと溶けるようにこうにしてから全体的に混ぜましょう。じゃあ温かい牛乳かけて、ここにこれは皆さん入れても入れなくてもどっちでもいい。うちは卵1個入れます。もっとふわっとなります。コクも出ますしね。手では触らないぐらいのゆるさでしょ。1分ぐらい皆さんよく混ぜてくれればいいですよ。これでラップつけてフォークで空気穴入れて3倍まで膨らむまで待ちます。じゃあアメリカンドッグ定番でしょ。モッツァレラチーズ、とろけるチーズ、あとハムもいいですし、ウィンナー、魚のソーセージとかでも美味しくなります。刺すものもこういう串でやりましょう。子供が食べるのでこういう掴むところがあるともっといいでしょ。もちろん割り箸でもいいですよ。ちょっと長いのでカットしないとね。なので私はいつも100円ショップのこれを買います。この長さもちょうどいい。じゃあソーセージこれ見て、半分がちょうど良さそうですね。何でも皆さんが使う割り箸でも何でも、まずちょっとねイメージトレーニングをしてからカットした方がおすすめ。半分チーズね、これをこうに刺すのでここまであればいいから、これも半分ですね。半分すればこのぐらいのボリュームになりそうです。じゃじゃーん、
この順番も皆さん自由。でも私はソーセージ先、このぐらいは残した方がいいですね。これでスタンバイ OK。じゃじゃじゃーん。足すだけでも、また遊び心が出ちゃいましたね。で、色もちょっと違うでしょ。これはプレーンのモッツァレラチーズ。ここは燻製のモッツァレラチーズ。じゃあ発酵しました。こんなに膨らんでるでしょ。こうビヤーっと伸びたなと思えば発酵ができたことです。ちょっとだけもう一個かけときましょう。そっちの方がこのぐらいかけましょう。ちょっとだけでいい、ちょっとだけで。ここに入れます。皆さんあんまり熱くしないでね、こうに回ってていいんですけれども、初めてやる方はちょっとやりづらいと思うし、変にこうに穴が開くこともあります。なので、手に今みたいに油、ちょっと濡らして、適当にやって、この上で自分の手でしっかりやりましょう。ジュジュジューン。適当にこうにまずやる。いっぱいあるものをこうに下に持ってくる。店の人みたいにくるぐる巻いて、ささっと小麦粉つけたら痛い目に遭うよ。ちゃんと丁寧にね、手に油つければ綺麗になりますから。この辺とか、落とし穴。なるべくチーズのところちゃんと見ましょうね。これでいいね。パン粉軽くして、ここでささっと綺麗な形で。これで綺麗になったでしょ。ぐっと。油もそんないっぱいしなくていい。皆さんこのぐらいで十分でしょう。このぐらいね。パン粉がゆっくり5になったら入れましょう。あんまりパーンと天ぷらみたいに上がると、それはちょっと危険かな。もう一回ちょっと整えて、入れます。こういう感じ、今いいでしょ。そしたら火は中火ね。カリッと揚げるのもいいけど、薄く入れても意外と小麦粉真ん中、火が通ってない時がある。かっかりするよ。じゃじゃじゃーん、2つ入れます。ちょっとひっくり返して。皆さん手でしないでね。私は少しずつひっくり返します。いい色ですね。で、じっくりやりましょう。ここまでなればいいんじゃない？それで火はずっとね、中火より若干弱火ね。こういう子いいでしょ。もうこれ足します。これもいい色でしょ。ごく薄くやってもこんなに膨らんでくるんだよ。なので生地薄くね。それでもチーズが溶けて出ると失敗だから。じゃあこれも出来上がり。じゃじゃじゃーん。喧嘩しないように2人の息子にまた1個ずつ食べると思います。皆さんは砂糖かける派？うちは砂糖かけないのでケチャップだけね。うちの長男はまだまだ子供の口です。なのでケチャップだけにします。逆にうちのチーナはマスタードが好きなんです。ケチャップかけるのが好きな派ですね。チーズドッグ、簡単に家の薄力粉でも美味しくなります。子供たちと一緒に作ってみてください。じゃあこれからのびのびチーズ食べてみますね。こうにとろけるチーズと一緒にテンション上げてくださいね。熱い。何より生地が重くないです。軽くてサクサクが本当に何本も食べれます。